龍が如くへと続きをやっていきましょう。キャバクラへ向かいますね。まあすんなり迎えるとは思いませんが、行きましょうか。なんだ、見覚えのあるキャバ嬢さんたちが映ってんな。何のスポット？追憶スポット。街中には桐生が思い出を振り返るきっかけとなる追憶スポットが多数存在します。追憶スポットで過去の記憶を思い出すと桐生の覚醒度が上昇していきます。追憶スポットの場所にはマップにアイコンが表示されています。どうしたんですか？いや、あの看板を見てたら妙に懐かしくてな。まあいかにもって感じのデザインですもんね。あそこも悪くないですけど、今日のところは俺のおすすめに行かせてください。絶対に損はさせないんで。わかったよ。追憶スポットか。タクシーでカムロ町に行けるようになった。追憶スポットはカムロ町にも存在します。まあそれは間違いねえな。偉人町とカムロ町を行き来して思い出を探してみましょう。どのぐらいあるの？マップに表示されてる。あ、この本のマークが追憶スポットってことか。結構な数あるねこれ。まあ全部動画に収めていこうか、これはね。じゃあまずこれ手始めに見てみましょう。思い出す。ほう、キャバクラか。俺もいろいろな街を転々としてきたが、どの街のキャバクラも華やかなもんだ。ああ、懐かしい。うまい酒を飲みながらいい女と盛り上がる。ハマる奴がいるのも無理はない。だがあの楽しい時間の裏には店の奴らの血の滲むような努力がある。妙な巡り合わせだが、俺も少しだけ経営側を手伝ったことがあるからそれがわかる。考えてたらあの空間が恋しくなってきた。そういえば難波たちに行ってまた付き合ってもらおうか。酒はやらねって約束でな。なるほど、過去の写真とともに思い出すってことね。わかりました。いいですねこれ。どんどん見ていきましょう。覚醒度が上がった。いきますよ。めちゃくちゃあるからな。ここにもあるよ。乙姫ランド、ソープか。今は閉まっているようだな。ソープといえばはるかと昔交わした会話を未だに思い出す。ソープってなんだと聞かれてどう答えればいいか分からず、随分慌てた。はるかは俺を困らせようとわざと聞いたみたいだった。まったく一本取られたぜ。はるかはハルトに同じことを聞かれたらなんて答えるんだろうな。懐かしいな。意外と俺と同じように慌てちまうのかもしれねえな。懐かしいよ。いいですね。どんどん行きましょう。ここはなんだい？難波の腰事情。マッサージ店行きたいな。行きなさいよ。腰が凝っちまって。俺強めの指圧が好きなんですよね。痛いくらいが効いてる気がして。強めの指圧か。行けばいいじゃねえか。それなら俺がマッサージしてやるか。折れちゃうよ。やったことはねえが強く押すのには自信があるぜ。あ、いや、腰が再起不能になりそうなんで遠慮しておきます。そうか。残念だ。いい感じだ。いい感じだね。持病ね。行きましょう。さあこれは、ほう、こんなところに名画座があったのか。そなたと私の冬、主演イ・リュージョン。イ・リュージョンはカムロ町で昔ひょんなことから出会った韓流スターだ。ファンから逃げたり日本の良さを教えたり、いろいろあったな。一時は表舞台から去ったという噂だったが、ちゃんと復活してるじゃねえか。エモいぜ。もういいぜ。これからも頑張れよ、イ・リュージョン。エモいな。オッケー。ここは佐々木ビルディングに佐々木耳鼻科か。
佐々木か。佐々木という名前を目にするたび妙に頭に引っかかる。というのも今でも覚えている不思議な夢があるからだ。その夢の中で俺はなぜか宮本武蔵になっている。剣山も出てくんのこれ。夢ってなってんだ。しかも当時の遊郭で何でも屋みたいな真似事をしている宮本武蔵なのにな。だがやはり佐々木小次郎とは雌雄を決することになる。その辺は史実だ。だがそれで終わりかと思いきや、その後鬼の面をかぶった連中と戦い始める。やはり夢というのはおかしなもんだ。だが夢のはずなのに妙に生々しい実感が未だに残っている。もしかするとあれは前世の記憶ってやつなのかもしれない。思い出すぜ。なんてな、馬鹿げた話だ。いや素晴らしいね、追憶ダイアリー。次行くよ。さあここは横浜か。賑やかな街だ。カムロ町のギラギラした感じとはまた違った活気がある。横浜には俺も縁がある。かつては中華マフィアジャカのアジトがあったし、沖縄に移るまでははるかと横浜に住んでたしな。その後しばらくご無沙汰だったが、改めていい街じゃねえか。そういえばま、カムロ町にはかなわねえけどな。いいね。ゾクゾクしちゃうわ。行きましょう。ここはこの辺はコリアン街になっているのか。韓国というと俺にとって縁というか因縁の深い相手がジンゴン派だ。その因縁の根は風間のおやっさんにまで遡る。かつてはやるかやられるかの争いを繰り返した敵だった。だが今はジンゴン派の生き残りであるハン・ジュンギとは共に戦う仲だ。こんなこと昔の自分に言っても到底信じられなかっただろう。懐かしいな。人生何が起こるかわからねえもんだ。当然この先もな。そうだな。オッケー。いやこれエモいっすね本当に。何？風力発電の進化。そういやよ、の前に半純儀から聞いたんだけどよ。小見汁にある風車って洗濯機1台回すくらいらしいじゃねえか。今もまだやってんのかい？ああ、風力発電のことか。もちろんだ。日々研究しているぞ。性能もアップデートしてそよ風でも取りこぼさず発電できるようになった。へえ。ってことはそう、脱水ができるようになったんだ。安定した発電が課題だが、やはり自然エネルギーだと難しくてな。なるほどな。乾燥できるようになるにはまだかかりそうだな。難波が自転車漕いで発電してくれてもいいんだぞ。それは遠慮しとくぜ。ナンバの扱い。いいキャラだよね。行きましょう。ここにもあるよ。この先にコミジュルの本部があるんだったな。コミジュル、俺とも因縁の深いジンゴン派を母体とする組織。その現在の総帥が孫妃だな。しかも趙から半品リューマンも受け継いでいる。つまり今の横浜の裏社会は孫妃が一手に担っていると言っても過言ではないな。相当なプレッシャーだろうに。大したもんだ。出会ってからまだ間もないが、あいつはトップにふさわしい器の持ち主だってことはよくわかる。ああいう若いのが将来を背負っていくんだろう。頼もしい限りだ。エモいぜ。ちょっと今のはジジイ臭すぎたか？オッケー。これは？この建物は偉人町の象徴の一つだな。スナックやバーがたくさん入った面白いビルだ。スナックといえば尾道にいた頃はよく通った。
常連客ばかりで打ち解けるのには苦労したが、仲良くなると気のいいやつばかりだったな。懐かしいな。みんなで乾杯して飲んだ酒はうまかった。居心地のいい場所に感謝しねえとな。行きつけの店 OK。 さあハッスル用品店。ハッスル用品店、昔ながらのブティックというやつか。なかなか洒落た洋服がありそうじゃねえか。おしゃれといえば昔三尾の服をコーディネートしてやったことがあったな。あれは今考えてもなかなか洒落たコーデだった。俺はやはりセンスがあるのかもしれない。こんなことあったな。もし来世があるのならファッション関係の仕事に就くのもありかもな。来世があるのならこの中にもあるよこれ。ほう、服屋か。一派に入ってから毎日制服着てるようなもんだからな。服装のことなんてついぞ頭に浮かばなかった。だが昔のあの格好、グレーのスーツに赤いシャツ、襟をピシッと立てたあの姿、あれが俺のスタイルってやつだったんだろうな。懐かしいな。服装も好き勝手できねえ今、それを痛感しちまうな。はは。サクサクっと思い出を振り返れるからいいっすねこれね。ここにもあるよ。偉人町は車が多いな。近くに高速道路も通ってるらしいから当たり前か。高速道路といえばいろいろな思い出があるな。はるかを救出しようとする中でジャカに襲われ、カーチェイスに発展したり、懐かしい。人言派に襲われて車の荷台で大立ち回りを演じたり。こんなことあったな。物騒な思い出しかねえな。難波なりのイメージ。桐生さんって教師とかも結構似合いそうですよね。そうか。ええ、教え子のヤンキーがチンピラにさらわれるんですけど、そいつが囚われてる倉庫に乗り込んで暴れる桐生先生。目に浮かびますね。お前の教師イメージは何十年も前で止まってそうだな。よし、昔の学園ドラマ。ビンゴだ。 OK、 行きましょう。さあ星稜高校前だ。ここは高校か。なかなか立派な校舎だな。俺の学生時代はとても褒められたもんじゃなかったな。授業なんてろくに受けずに錦とつるんでた。思い返すと恥ずかしくなるくらい典型的な不良だったな。もうちょっと真面目に学生やってたら違う人生があったのだろうか。いや、それはないな。俺の目標は風間のおやっさんだ。そこに変わりはねえ。どんな回り道をしようときっとこの道を歩いてた。エモいぜ。これが俺の人生だ。サイエンティストなナンバー。学校を見ると学生時代を思い出すな。ナンバは得意な教科とかあったのか？得意かは分かりませんが、理科とか好きでしたね。液体窒素実験とか面白かったっす。バナナを凍らせたりとかして。ああ、バナナで釘を打つんだろ？実際に打てるもんなのか？俺がやった時は釘に打ちつけたらバナナの方が砕け散りましたね。そのバナナがすぐ溶けるんで体中バナナの香りで過ごしました。そりゃまた楽しい学園生活だな。いい感じだ。いい思い出じゃねえか。よく分かってきた。またビンゴだ。 OK。 っていうかさ、ここ行けるようになってるんだね。糸ではこの星稜高校のここまで来れなかったよな前。まあちょっとね、そういえばと思ったんで、まあ行きましょう。ここはめちゃくちゃ綺麗な風景。海か。
海を見ると時々冴島のことを思い出してしまう。名前が大河だからだとか、海みたいにでかい男だからだとか、まあそういう理由もあるが、何よりもあいつがうちの家の前の浜に打ち上げられてたからだ。さすがに俺もそんな奴には出会ったことがなかった。死んでるだろ普通。まあそれくらい途方もなくタフな男だ。精神的にもな。だがその強さを決してひけらかしはしない。誰よりも静かで思慮深い男だ。ああいうのを男が惚れる男というのだろう。思い出す。あいつを見てると俺もまだまだだなと思い知らされちまうな。そんなことねえよ。桐生さん、あんたもだよ。行こう。バッティングセンター。バッセンか。ホームランの快感は何事にも代え難いな。尾道にいた頃は草野球をやったな。スナックの知り合いたちを入れたチームを作って、広い球場で打つホームランはバッセンとは違う爽快感があった。思い出す。またいつかみんなで野球ができたらいい気分だろうな。5の時だね、これは。OK。これはねえ、クラブ入りたいよ。ダメ。この前約束破ったでしょ。お願い、今度は守るから。微笑ましい光景だな。ハルトもいずれあんな風になるのだろうか。ハルト、沢村ハルト、はるかとユータの子供だ。俺にとっては孫みたいなもんだな。俺もおじいちゃんってわけだ。まさか俺が孫の顔を拝んで死ねるとはな。それだけでもとんだラッキーだってのに。情けねえもんだ。今はハルトの将来を見届けたくなっている。思い出す。人間ってのは欲深えもんなんだな。いやいや、そんなこと言わずに桐生さん、ハルトの成長した姿見ようぜ。行きましょう。バイトヒーローだな。今日も京都でバイトヒーロー頑張るぞ。懐かしい、まだやってんだ。この中になんで入れんの？あるのか。ダイアリーが。ほう、こんなところにもカフェがあるのか。ショートケーキに濃いめのブラックコーヒー、最高の組み合わせだな。ケーキの甘みとコーヒーの苦み、それぞれがそれぞれを引き立たせる。組み合わせといえば伊達さんとヘリコプターだな。これまでいくつもの事件に巻き込まれてきたが、たびたび伊達さんがヘリに乗って現れる。そのせいか伊達さんがヘリで来ると、ここが踏ん張りどころだと気合が入るようになった。そういえば組み合わせの話というか、これは条件反射ってやつか。思い出すきっかけが独特だな。行きましょう。孫妃と音楽。そういえば孫妃はどんな音楽をよく聴くんだ？固定したジャンルではなく、いろいろ聴くぞ。昔の曲もな。そうなのか。カムロ純恋歌とかは最近のお気に入りの曲。カムロ純恋歌は俺も好きだぜ。今度デュエットするか。桐生さんとデュエットか。いいじゃない。それもいいな。ではボイストレーニングに通うので少し待ってもらえるだろうか。本気すぎるのよ。いや、歌手デビューしろと言ってるわけじゃねえんだが、孫妃は完璧主義なんだな。まあそういうことにしておこう。そういうことなんだよ。よし、 OK。 行きましょう。ゴルフの打ちっぱなしがある。行ってみてもいいかな。ゴルフの打ちっぱなし？これも何かイベントが起こるのか？でもここにあるね。いい調子だな。ゴルフ場か。バッセンに並んでストレス発散には最適な場所だな。薫懐かしい。確か蒼天堀にもあったな。そうだ、昔薫と一緒に行ったな。
あいつゴルフクラブをぶつけて曲げちまって店員に捕まって2人で怒られたんだ。何でもできるやつだと思っていたが結構不器用なところもある。エモいぜ。別の道を歩むことにはなったが、あの日々は大切な思い出だ。そうだな。何かあるのこれ。まあゴルフは後で行きましょうか。何かイベントがあったら動画にしましょう。そこなんだ。俺か？ああ、暇ならちょっと遊んでいかんか。遊ぶ？あんたとトランプでもするのか？それも洒落てて楽しそうじゃが、ここは違う。花札を使った恋恋や追いチョコブが楽しめるぞ。勝てば金を増やすことだってできる。どうじゃ、面白そうだと思わんか？ま、当然先立つものが必要だがな。つまり賭場ってことか。こんなところにあるなんてな。ああ。それは楽しめそうだな。遊びたくなったらそこのはしごを降りた先に行くといい。ところで、なんで俺に声をかけたんだ？誰にでも言っているわけではないだろう。わしはその昔、カムロ町の西公園にいてな。あんたと似た男と遊んだのを思い出して勝手に懐かしく思っただけじゃ。そうか。桐生さんだろそれ。桐生さんでしょうね。まあそういうわけだ。それじゃあレッツエンジョイ。賭場があるんだね。この下に追憶ダイアリーがあるんで、それは見ようかな。ありましたね。こんなところで賭場が開いているのか。賭場というとやはり思い出すのははるかのことだ。はるかはどうも勝負事の勘がずば抜けているらしく、面白いくらい予想を的中させていた。おかげで勝ちすぎて大乱闘になっちまったが、思い出す。あれも今となっては微笑ましいエピソードってやつだ。賭場の連中には悪夢の記憶だろうがな。オッケー。なんだ？お、なにこれ？何これ？何こいつ？ルナサクラ。倒したけど特に何もなかったね。行きましょうか。孫妃の休日。孫妃は休みの日には何をやっているんだ？気になるか？まあ休みなどあってないようなものだがな。最近は時間が合えば格闘技の観戦をしていたりする。これだな。体の動かし方。よし、取れたぜ。会話止まっちゃった。体の動かし方など参考になることも多いんだ。ちゃんと仕事につなげてるとは立派なもんだな。まったくだ。ただの道楽さ。プロレスなどで技がバシッと決まった時は実に気持ちがいい。あれはなかなか癖になるな。プロレスか。そういえば俺も昔は子供を喜ばせようとしてドラゴンマスクと名乗ってプロレスをしたことがあったな。懐かしいぜ。懐かしいな。それはまたやろうぜドラゴンマスク。どうした？なんだドラゴンマスクって。いい感じだ。オッケー。俺は何？コンビニか。ちょっと見ていくか。コンビニといえばポッポか M ストア。俺にとってはこの2つだ。弁当やらおでんやら中華まんやら、おのおのがオリジナル商品にしのぎを削っていて、どっちが好きかで客も派閥が分かれるくらいだ。コンビニめちゃくちゃにしてるけど、俺は弁当ポッポ派、ホットスナック M ストア派のバランスタイプだが、そういえばここのところ通ってなかったな。どれ、久しぶりに食べ比べてみるか。エモいぜ。こういう買い食いってのはいくつになっても楽しいもんだ。桐生さんがバランスタイプっていうのは初めて知りましたね。ここはポッポだから弁当か。
まあ今日は寄らずに行きますよ。タクシーのところにもあるぞ。タクシーか。どうした？いかんいかん。つい車体に不備がないかとか。車内が清潔に保たれているか確認してしまう。職業病ってやつだな。と言ってもタクシー運転手をやってたのは随分前だ。福岡の長須街。一時期俺はそこで名を偽りタクシー運転手として暮らしていた。あの頃の記憶はどこか色彩に欠けている。自分の決断に後悔はないはずなのにな。だがそんな中でも流すタクシーの人たちとの記憶はどれも温かく思い出せる。俺はあの人たちにどれだけ救われていたかわからない。それに中島社長に連れられて巡った屋台の飯は本当にうまかった。自由に旅行できるってんなら長須貝はまず外せねえな。こんなことあったな。いい街だ。ま、カムロ町にはかなわねえけどな。また言ったそれ。オッケー。いろいろあったな。まあもう8だもんな。そりゃあるよな。行きましょう。お、これはなんというか日本っぽくねえ建物だな。海外にでもいるみてえだ。そう、こういうのはユミが好きだった。いつか言ってたな。式を挙げるならハワイだって。叶えてやりたかった。わざわざ俺にハワイでの任務を投げたのはきっと花輪の気遣いだったんだろう。感謝しねえとな。おかげで自己満足には過ぎないが、せめてあいつに送った指輪だけでも夢の場所に連れて行ってやれた。バカみたいだと呆れてるだろうか、それとも思い出す。喜んでくれているだろうか。そうだといいんだがな。ユミはきっと喜んでるよ。安心しろ。虎穴に入らないナンバー。外食するといっつも同じメニュー頼んじゃうんですよね。冒険するよりも失敗したくないっていう気持ちが勝手に。わかる気もするが、まあ、気持ちはわかる。だが挑戦する気持ちを忘れちゃダメだぜ。だな。俺もたまには新しいものを食おうと思ってな。シェフの気まぐれ創作料理っていう新しいメニューを頼んでみたんだ。おお、さすが桐生さん。で、味はどうだったんです？震えるほどまずかったな。二度と食うことはないだろう。失敗してんじゃないですか。ダメじゃねえか。よし。お、ビンゴ。絆が深まったぜ。オッケー、行きましょう。ここは日だまりの城。ここも懐かしいね。日だまりの城、確か介護施設だったか。城か。城が縦真っ二つに割れるのを見たことがある。そんなことを言って誰が信じるだろうか。だがこれは俺の体験した紛れもない事実だ。しかも割れた中から別の城がニョキッと出てきたというおまけ付き。エモいぜ。今度あの城を見に行ってみるか。あれが夢じゃなかったのか確かめたくなってきた。なんだ、ヤクザスタイルのジャストガード強化。なるほど、ジャストガードすると反撃して攻撃してきた敵にダメージを与えるんだ。複数回ヒットする攻撃に対しては最後の一撃をジャストガードした時のみ反撃が成功するためタイミングを見極める必要があります。わかったよ。いや、追憶ダイアリー楽しいね。行くぜ。ここはなんだい？美しい景色だ。海を見ると沖縄で過ごした日々がどうしても思い出される。子供たちと遊んで晩飯の食材の魚を取って、どれもいい思い出だ。もう一度あの日々に戻れたらか。思い出すぜ。年寄り臭い考えだな。俺も老けたもんだ。3の頃かなこれは。
行くぜ。孫妃と回る者たち。相変わらずここから見える観覧車は綺麗だな。綺麗だな。孫妃は観覧車が好きなのか？まあな。と言っても乗るのでなく眺めるのが好きなんだ。輝いて回るゴンドラは見ていて飽きない。ああ、メリーゴーランドを見るのも好きだな。孫妃と遊園地に行ったら回ってばっかりになりそうだな。いや、別に乗りはしないのか？桐生さんと遊園地。まあたまには回る側になるのもいいかもしれん。もう好きじゃねえかよお前。メリーゴーランド、コーヒーカップ。そりゃまた目が回りそうだ。いい感じだ。オッケー、行くぜ。孫妃の釣り糸。釣り人が結構いるな。そうだね。釣りといえばハン・ジュンギともたまに釣りをするんだ。ほう、海にでも出るのか？いや、ただの釣り堀だよ。あいつ普段は割とおとなしいんだが、釣り堀だと妙に饒舌になってな。糸を垂らして普段しないような話をいろいろする。そうなんだ。いつも全然釣れないんだがな。それ以上の収穫があるのさ。釣り堀は言葉を交わしやすくなる空間なのかもしれねえな。桐生さんもどうだ？釣り堀で一緒に釣り糸を垂らさないか？言ったらあることないことを話しちまいそうだ。それが狙いだからな。よし、ビンゴ。よく分かってきた。行くぜ。さあここは船未来館。中が博物館になっているのか。立派なもんだ。船というと尾道神外町のことを思い出す。瀬戸内海に面した造船の町だ。海と山に囲まれた穏やかなところだった。遥かが流れ着いたのもわかる気がする。そして表向きには神外町で俺は死んだことになっている。俺の故郷はカムロ町だと思っているが、あそこで人生の終わりを迎えるのは懐かしいな。実際悪くないかもな。そういう心地よい静かさがあの町にはある。結構見たな。お気づきかと思いますが、追憶ダイアリーで終わるからね今日は。孫妃とありふれた花。ここの花壇はいつ見ても綺麗に咲いているね。そうだな。いい場所だよこれ。孫妃は好きな花とかあるのか？そうだな。私も白爪草が好きなんだ。どこにでもある花だがな。そうだな。たくさんあるが、よく見ると一つ一つ違って咲くんだ。花屋に並ぶような花ではないが、見ていて飽きない。それにあの丸い花もなんだか可愛らしいしな。なんて花の話をするなんて私の柄じゃなくてか。そんなことねえよ。ああ、そんなことはね。枯れた花でも一輪ごとに違いを見て魅力だと言える。俺は孫妃らしいと思ったぜ。褒め言葉と受け取っておこう。いい感じだ。いい感じだ。ここはなんだい？なかなか立派なステージだな。ショーに使われてたりするんだろうか。これだけ広ければリングも建てられるか？こういうステージがあると少し血が騒ぐ。何せ俺は覆面レスラードラゴンマスクでもあるからな。太一のために始めたことだが、ひょんなきっかけで福岡でれっきとした試合に出場したこともある。そうだな。そうか、このままじゃドラゴンマスクもなんとなくフェードアウトしちまうな。どうせなら華々しく引退試合でもしてみたいもんだ。そういえばできれば対戦相手はでかくなった今の太一とかな。最高じゃねえか。そうなったらな。行こうぜ。孫妃の緑化計画。この辺は草木が多くて気持ちが安らぐな。コミジュルにももっと緑を増やしてもいいのかもしれない。いいじゃない、それはいいと思うよ。今は
かなり殺風景だからな。やるからにはプランターで野菜を育てたりとか、何かしら収穫できるものを植えたら面白いかもな。そうです案外ね。ハマって、そのうち畑とか作り出すんじゃねえか。気づいたら森になってるかもな。そういう未来も悪くねえかもな。とことんやりそうだからな。よし OK、ビンゴ。絆が深まったぜ。ダブルビンゴだね。ソンヒのリベンジ。ソンヒはよくゲームセンターに行ったりするのか。普段はそこまでではないが、いやもう街並みが懐かしいな。クレーンゲームで欲しい景品を見つけてしまってな。おお、その景品は取れたのか。ダメだった。5000円も使ったんだが。結構粘ったな。それなら店員に調整してもらえば。なんとかなるだろう。申し出てくれたが断った。負けた気がして悔しいからな。妙なところで強情だな。それなら今度コツを教えてやろう。クレーンゲームは少し得意なんだ。やったからね。それは頼もしい。では今度こそ取れるかもな。そうだね。あのウサギの。ウサギの？ああ、いや、なんでもない。次は確実に仕留める。気合い入ってんな。いい感じだ。いいですね。よく分かってきた。ソンヒの可愛い部分がどんどん露呈してくるな。さあ、ここにもあるよ。道夫じゃん。コーナーあるんだ。中華街の土産屋か。なかなか面白い品揃えだな。これは小野道夫のグッズ。こんなところにも置かれるようになったのか。最初に尾道でこいつの中に入ることになった時は、こんなの絶対流行らねえと思ってたな。今の人気はプロデューサーの弘中と尾道の人たちの愛情の賜物だな。思い出す。努力が報われてよかったな、弘中。オッケー。まだ行くよ。まだ行きますよ。さあ、ウェルカム薬局。ほう、でかい薬局だな。何か買い足しておくか。喧嘩の絶えない人生だからな。薬局にはしょっちゅう世話になってきた。特にスタミナン、タウリナー、そしてタフネス。こいつらはいわば三種の神器だな。いよいよって戦いにはこいつらで懐をパンパンにして臨むのが定番だ。だがこいつら名前がややこしくてな。どれがどの紅葉なのかごっちゃになる時がある。こんなことあったな。それだけが唯一の不満だ。改善期待してるぜ、メーカーさんよ。わかるわ、確かに。行きましょう。銀だこ前？銀だこハイボール酒場。美味しいたこ焼きが食べられる人気店だ。タコといえば最初に頭に浮かぶのは尾道での思い出だ。確かひょんなことから素潜り漁を手伝うことになり、なんだかんだでサメやでかいタコと戦うことになったんだな。すごい人生送ってんな、本当に。あれに関しては今でも夢だったんじゃないかと思うことがある。懐かしいな。巻き込まれ体質ってやつもほどほどにしねえとな。オッケー。銀だこで思い出したんだな。行きましょう。ここはお世辞にも綺麗な川とは言えねえな。今はだいぶ様子が違うらしいが、蒼天堀の川も汚かったな。蒼天堀、カムロ町と双璧をなす関西の大歓楽街。ギラギラした感じはカムロ町によく似てるが、それでいて不思議と愛嬌もある。それにかつて神言派、そして近江連合と戦いを繰り広げた場所でもあり、あの合田隆二、そして薫と出会った町でもある。俺にとっても特別な町だ。何より飯がうまい。
本場のたこ焼きは絶品だったな。思い出すぜ。いい街だ。ま、カムロ町にはかなわねえけどな。それは分かったって。行くぜ。釣り人ナンバ。前はよくここで釣りとかしてたんですよ。汚ねえ川だよな、本当に。魚分けたり交換したりしてたな。ここでも魚は釣れるんだな。釣っても食いたくねえよ。俺も釣りは結構好きだぜ。昔は船で海に出て取りに行ったこともあったな。あったな。船って本格的ですね。たくさん釣れたんじゃないですか。まあな。ただ巨大なタコと格闘したりとかして命の駆け引きっていうのかな。一筋縄ではいかない経験だったぜ。桐生さん、とりあえずどこでも格闘するんですね。よし。なかなか味わえない経験してるよな。絆が深まったぜ。ここにもあるよ。あ、懐かしいな、この子。この子懐かしいね。天守閣だったか。この町のホームレスも威勢がいいな。天守閣か。今でもよく覚えている。夢にもこんなものが出てきたな。その夢の中で俺はなんと坂本龍馬ってことになっている。しかも訳あって新選組に入隊することになる。まさに夢にあふれた内容だな。これは維新だな。夢の最後、俺は天守閣のてっぺんで悪の親玉にけじめをつけるんだが、その時の夜明けの美しさは夢のはずなのに生々しい実感を伴って鮮明に覚えている。もしかするとあれは前世の記憶ってやつなのかもしれない。エモいぜ。なんてな、馬鹿げた話だ。思い出がいっぱい。トロフィーゲット。いや、これ止まんねえって。こんにちは、豚汁。あ、もらえるんだ。偉いな、まだやってんだ。素晴らしいね。行きましょう。偉人町は橋が多いな。橋の思い出といえばまずいな。こんな記憶しかねえ。思い出すぜ。生きているうちにもっといい思い出を残さねえといけねえな。あんまり思い出なかったな。エピソードとしては十分だけどな、これ。OK。さあ、ゲームセンター佐々木。ここも懐かしいぞ、かなり。昔ながらのゲームセンターという感じだな。レトロでいいじゃねえか。めちゃくちゃ古いよな、でも。寂れすぎてるけど、ゲームセンターでは俺も昔からよく遊んできた。どれも個性的で面白かったな。こんな面白いゲームを作ってる奴らはさぞやすごい発想力の持ち主なんだろう。そういえば俺の遊んできたゲームはほとんどセガというメーカーのようだ。業界に詳しくないのでよくわからんが、このセガとかいう会社はきっとものすごく儲かっている優良企業なんだろうな。世の中にはまだまだ面白いゲームがたくさんあるに違いない。そういえば遊ばないでいるのは少しもったいねえな。そうだな。いや、セガは有料企業ですよ。もちろんね。これからもよろしくお願いしますって感じですけど、ゲームは後で遊びます。そんなわけで今日はここまでにしておきましょう。現段階で見られる横浜での追憶ダイアリーは全て見た感じですね。桐生さんもエモいエモい言ってたけど、いや本当にエモかったですね。次回はね、メインストーリーのキャバクラに向かいますんで、お楽しみに。そして今日もここまで見てくれたあなたへ、ありがとな。グッドボタンだけ押せよな。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。